あなたは命を危険にさらされても正義を貫くことができますか？遡ることおよそ4年前の2019年4月6日、バングラデシュの首都ダッカ、とある学校の屋上で5人の男子生徒が1人の少女を取り囲んでいました。おとなしく俺たちに従っとけばいいんだよ。リーダー格の少年からそう迫られた少女は毅然とした態度で答えます。お断りよ。すると少年は呆れたような表情でこう言いました。バカな女だ。逆らったらどうなるか思い知らせてやるよ。少年少女たちのやりとりは一見悪質ないじめのようにも見えるんですが、事態はそれ以上に深刻でした。実はこの時少女は手足を縛られており、身動きが取れない状態にありました。そして次の瞬間、やれそう促された男子生徒が少女の体に火をつけたんです。学校の屋上で少女の体に火をつけた男子生徒たち。なぜ少女は生きたまま燃やされてしまったのか。彼女はこの国が持つべき女性の権利のために必死に戦っていたんです。おそす、喉が痛いよ、ケンちゃんです。私の心も痛い MM です。さっき指さして笑ってたじゃん、俺のこと。とんでもない嘘つくわね、あんた。そこまでではないのよ。友人が傷ついてるとね、心は痛むわよ。やっと友人だってことが公的に証明されたよ。本日ご紹介するのはバングラディッシュで起こったとある事件について。一人の少女が男子生徒たちに火あぶりにされてしまうというとんでもない胸クソ事件なんです。これはですね、単なる学生同士のトラブルではなく、バングラデシュという国自体がね、抱える根深い問題にね、関係しているとも言えるような事件なんです。まずは学校でその日、一体何が起こったのか詳しく見ていきたいと思います。学校で起きた惨劇。遡ることおよそ4年前の2019年4月6日、舞台はバングラデシュの首都ダッカ。その日、19歳の女子学生ヌスラト・ジャハン・ラフィは兄ハサンと2人で登校しました。すると、おいハサン、ちょっとこっち来い。学校に着いた途端、まるでラフィから彼を引き離すかのように兄ハサンを連れ出した同級生。そして周囲の生徒たちは一人取り残されたラフィにじろじろと視線を向けながらあちこちでひそひそと噂話をしていました。あれ例の子だよね。やばいでしょ。うわ、学校来てるじゃん。そんな異様な空気の中、ラフィと同じクラスの女子が彼女の元へ駆け寄ります。ラフィ、助けて。屋上で乱暴されてる子がいるの。責任感の強い性格だったラフィは何かあるとこうやって他の生徒から頼られることも珍しくありませんでした。ただこの時ラフィはある事情から友人の言う通りに屋上へ向かうのを一瞬ためらったんです。しかしやはり彼女は友人のピンチを見過ごすことはできませんでした。わかった、すぐに行くわ。覚悟を決めたようにそう言い放ったラフィ。彼女は一抹の不安を抱えながらも屋上へと続く階段を登っていくんです。いや、もうすでに嫌な予感しかしないわよ。大丈夫これ。大丈夫じゃないんです。この時にね、彼女が屋上に行かなければあのようなことは起こらなかったんです。ラフィが屋上へ続くドアを開けると、そこでは確かに物々しい雰囲気で女子生徒が集まっていた。しかしラフィはすぐに彼女たちの違和感に気がつく。騙したのね。伝統衣装を身につけた生徒たちは顔を黒い布で覆っており、表情こそわからない。しかし彼女たちは女性にしては体格が良すぎていた。そこに集まっていたのは女装をした男子生徒たちだった。まんまとやってきたな。気がついた時にはすでに手遅れだった。逃げる間もなくラフィは周りを囲まれてしまう。暴れられると面倒だな。ちょっと何するの。男子生徒たちはラフィを後ろから羽交い締めにすると、両手足をスカーフで縛った。そして一人の男子生徒が何かの液体をラフィに浴びせかける。臭い。すぐに液体の正体を察したラフィは男子生徒たちがこれから自分に何をしようとしているかにも気がついた。状況はわかるだろう。いい加減俺たちに従う気になったか。男子の中のリーダー格の少年がニヤニヤと笑いながらラフィに詰め寄る。しかしこの状況に際しても彼女の態度は毅然としていた。お断りよ。ラフィがそう口にすると同時にリーダー格の少年は周囲の仲間に向かって叫んだ。やれ。少年の言葉と同時に彼女を縛っていたスカーフに火が放たれる。灯油を浴びせられていたラフィの体は一瞬にして火だるまとなった。どういうことなの？気に入らないことがあったとしても火をつけるなんておかしいでしょ？全くもってね、おっしゃる通りですよね。そして最初に話した通りね、ラフィを襲ったこの悲劇、バングラディッシュが抱えるね、ある問題と関係しているんです。バングラデシュの闇。インドとミャンマーに隣接する南アジアの共和制国家バングラデシュ。この国で社会問題となっていたのは女性蔑視の風潮。
バングラデシュではアシッドアタックという硫酸や塩酸などの劇物を浴びせかける暴力行為が横行しているんです。アシッドアタックが行われるのは主に家庭内暴力の場面で、被害者は 70% が女性。バングラデシュでは夫が妻にそうした過激な暴力を振るうことも珍しくないほど、女性蔑視の風潮が根付いているんです。ではなぜこの国ではそれほどまでに女性蔑視の風潮が強くなっているんでしょうか。このことにはバングラデシュ特有のある思想が関係していたんです。バングラデシュで主流となっているイスラム教の聖典コーランには、美しいものは隠しておきなさいという教えがあります。美しいものとはすなわち女性のこと。バングラデシュの伝統衣装で女性が顔全体を布で覆っているのもこの教えに従ったものです。そして問題となってくるのは、隠しておくというその思想によって女性が社会に出て働く機会が少なくなってしまっているということ。社会に出ることがないと判断された結果、学校へも通わせてもらえず、自分一人で生活していく術を身につけていない女性が数多くいるんです。こうした風潮からバングラデシュでは女性の地位が非常に低くなっています。そのため女性が犯罪の犠牲になっても法で裁かれないケースも当たり前になっているんです。さらにこの女性蔑視の風潮の中でもう一つ問題視されている文化があるんです。それは一夫多妻制。一夫多妻制ってもうあれよね。一人の夫に対して妻がたくさんいるってやつよね。そうですね。まあなんかこう聞くとね、ハーレムだとか単純な想像をしがちなんですけど、れっきとした理由があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、一夫多妻制について。一夫多妻制とは、男性一人に対し複数人の女性が一緒に暮らす家族形態のこと。イスラム教の聖典コーランで認められている制度で、もともとは夫を戦争で失った妻が路頭に迷わないようにという人道的な意味が込められていたものでした。しかし時代を経ることに、バングラデシュの一夫多妻制は男性にとって都合のいい制度へと変化していきました。現在のバングラデシュでは、夫がこの制度を悪用し、妻の承認を得ることもなく、次の相手と結婚してしまうケースが後を絶たないんです。しかも新しい相手と結婚した途端、以前からの妻に突然離婚を申し出ることも珍しくないんです。離婚を言い渡した妻に対し、夫はしばらくの間生活費を負担する義務があるんですが、その期間は離婚してから3ヶ月間とされるのが一般的。その期間を終えた女性が生活費を稼げずに困ってしまうことも往々にしてあるんです。そういう女性蔑視の風潮が強くなったせいで、女性を本当は守るためだった制度も悪用されるようになっちゃったってことよね。これはもう学校の屋上のあの事件も女性蔑視の風潮によって起こった事件だったの？そういったところもあるんですけどね、実はね、もっともっと闇深い理由もあったんです。予想外の黒幕。2019年3月27日、ラフィー校長先生からちょっと話があるそうだ。突然担任の教師からそう告げられたラフィー。しかし彼女には全く心当たりがありません。校長先生が私に何の用だろう。すぐに校長室へ向かったラフィーは少し息を整えてからドアをノックしました。どうぞ入りたまえ。満面の笑みでラフィーを迎え入れる校長。彼はラフィーをじっと見つめるとこう話を切り出した。君はとても優秀な生徒だそうだね。私も君には期待しているんだ。ありがとうございます。ところでお話って。話しながら距離を詰めてくる校長に不気味な感覚を覚えたラフィーは、この場を離れたい一心で早々に本題を聞き出そうとする。すると、なーり、大したことじゃないんだがね。おもむろにラフィーの肩に手を回す校長。ラフィーが寒気を覚えた次の瞬間、校長は突然彼女に覆いかぶさろうとした。やめてください、訴えますよ。とっさにそう言い放ち、校長を勢いよく押しのけるラフィー。しかし校長は余裕の笑みを浮かべていた。訴えるだって？君一人で一体何ができるっていうんだ。悪びれる様子もない校長を前にしてラフィーは怒りに身を震わせていた。彼女は涙を必死にこらえながらも一目散に校長室を飛び出した。こんなやつ校長やる資格なんてないわよ。もう早くクビにしなさいよ。ほんとね、どうかしてますよね。校長先生は校長先生で、ラフィーがね、こんなことしてもどうせ泣き寝入りするやろって高をくくってたんですよ。ですがね、ラフィーには強い信念があった。その日、学校から帰宅したラフィーはすぐさま警察へと駆け込みました。学校の校長に体を触られたんです。しかし対応した警察官は気の抜けた表情でため息を吐くと必死に訴えるラフィーにこう言います。で、それがどうしたんだい？君一人で一体何ができるというんだ？校長の忌々しいあの言葉を脳裏によぎらせるラフィー。しかし彼女は諦めず次なる行動に出るんです。娘がどんな思いでここにいると思ってるんだ！そう声を張り上げたのはラフィーの両親。警察が取り合わなかったのを娘から聞いた彼らはラフィ
ィーと共に警察へ同行してくれたんです。そもそもいくら女性蔑視の風潮があるといっても、バングラデシュにおいて強制わいせつは犯罪以外の何者でもないんです。結局ラフィーの訴えは認められ、校長はあえなく逮捕されることになるんです。ただこのことが真の波乱の始まりになるとは彼女は予想だにしていなかったのではないでしょうか。いやいや、校長先生はもう逮捕されたんだし、何が問題なんだ。いやね、やっぱ忘れちゃいけないっすよね。あと結局ラフィーはね、冒頭でも話した通り、屋上でね、悲劇が待っていたんです。たかが女子生徒一人のせいで校長が逮捕されただと、そんなことあっていいわけがないだろう。街頭で怒りをあらわにし、デモ活動を行っているのは、校長逮捕のニュースを聞きつけた民衆。なんと校長が逮捕されると、街中では彼の釈放を求める声が溢れ、ラフィーは凄まじいバッシングを浴びることになってしまったんです。到底信じられない話なんですが、ラフィーを責め立てる人々の中には政治家までもが含まれていたといいます。察しのいいメドラーの皆さんなら、もうお気づきでしょう。そう、学校の屋上でラフィーを襲った生徒たちの正体は、校長の逮捕に異議を唱えた女性蔑視者。学校内に自分を支持する生徒がいることを知った校長は、刑務所の中から彼らにこう指示を出していたんです。ラフィーに訴えを取り下げさせろ。もし従わなければ、自殺に見せかけて殺せ。いやいや、自分の生徒に殺人命じるってもう人として終わってるじゃない。もう国とかさ、文化とかがどうだのって話じゃないわよ。本当教育者を名乗ってほしくないし、っていうかもうずっと刑務所で暮らしててほしいですよね、こんなやつは。ですがね、ラフィーはそんなこともつゆ知らず、学校へ向かっていってしまうんです。こうして迎えた2019年4月6日、友人が暴行されているという嘘の情報に騙されたラフィーは学校の屋上へ誘い出され、その身に火を放たれる悲劇に見舞われてしまうんです。たちまち全身に燃え広がる炎に悲痛な叫びを上げるラフィー。校長支持派の生徒たちは少し距離を置いて安全圏からその地獄絵図を眺めています。しかしラフィーはこの絶望的な状況下でも必死に生きようとあがいていました。そうしているうちに彼女を縛っていたスカーフは燃え尽き、ラフィーは手足を動かせる状態に。そこから彼女は階段を駆け下り、校内の生徒に助けを求めるんです。キャー！人が燃えてるぞ！炎に包まれるラフィーの姿を見た生徒たちは一瞬にしてパニックに陥りました。それから間もなくしてラフィーは騒ぎを聞いて駆けつけた兄ハサンと共に救急車へ乗り込み病院へと搬送されます。ラフィーの火傷は全身の 80% にも及んでおり、もはや治療の施しようがないほどのものとなっていました。お兄ちゃん聞いて。全身の痛みに耐えながら最後の力を振り絞り兄に何かを耳打ちするラフィー。彼女がこの時兄に告げたのは自分に暴行を加えた生徒たち全員の名前でした。女性蔑視を掲げる彼らを絶対に許さない。ラフィーはそんな強い意志を残し、事件から4日後の4月10日、19年という短い生涯を閉じたんです。本当にやるせない事件よね。せめてラフィーの思いが世の中に広まるようなことになれば救いだとは思うんだけどね。ほんとその通りなんですけど、実はね、ラフィーの一連の行動だったり事件っていうのは、バングラディッシュの歴史を動かそうとしたんです。ラフィーの全身に火傷を負った痛々しい姿は大々的にメディアで報道されました。そしてラフィーが帰らぬ人となると人々は悲しみ、自国に対する憤りをあらわにしていくんです。ラフィーさんは命を懸けて行動した。私たちもできることがある。そう言って多くの人がデモ活動や SNS を通じ性暴力の撲滅を訴え始めたんです。一連の運動は次第に大きなうねりとなり、ついには国をも動かし始めるんです。バングラデシュのシェイク・ハシナ首相は世論の後押しを受け、ラフィーの家族の元を訪れました。そして固い決意を胸に一言こう言ったんです。事件に関わった全ての人間を裁く。首相のこの言葉に偽りはなく、2019年10月24日、校長を含む16人の加害者全員に有罪判決が下されることになるんです。そして彼らに言い渡された刑は全員死刑。バングラデシュで性暴力加害者に死刑判決が出されたのは歴史上初めてのことでした。こうしてバングラデシュでは女性の地位向上をめぐり大きな変革の時を迎えることになるんです。一方で今でも校長を支持する人間がラフィーの遺族に対し脅迫を続けているという事実も。人々に根付いてきた差別意識が完全に消え去るには相当な時間と努力が必要となるでしょう。ラフィーが残した意思をきっかけに今後女性が性暴力の恐怖に怯えることなく過ごせる社会が実現されることを願ってやみません。